皆様、本日はこちらのじゃがいもメイクインです。こちらを使ってめっちゃ簡単にできるポテトグラタン作っていきたいと思います。ではね、本当にね、めっちゃ簡単です。はい、じゃあやっていきます。で、じゃがいもなんだけど、ちょっとね、色が変わっちゃうのが嫌なんで、こちらだけね、最後に処理をしてほしいんですけれども、まず用意してほしいのが、まあ今回このじゃがいも1袋。量はわかんないけど、6個入りですね。に対して、玉ねぎは半玉分にニンニク1かけ。これね、もともと本当はすごい大きかったやつを半分にしてるんだけど、まあ1かけ分。と、まあベーコンと生クリーム、牛乳。あとコンソメですね。で、生クリームはこちら。今回200ですね。1カップ分 200cc 使います。まあ、生クリームはね、ちょっと、多ければ多いほど濃厚になるので、今回純生35なんだけど、もうちょっと濃いやつとかもあるじゃないですか。そういうのを使ってもいいし、もうちょっとあっさりにしたい場合は、これよりも少ない乳成分のやつ使ってくれても大丈夫です。はい、じゃあやっていきます。まず玉ねぎ。こちらも普通にスライスするだけ。今日は、じゃがいももゴロゴロじゃなくて、薄いじゃがいも、スライサーでやっていこうと思ってるので、基本的には素材が絡みやすいように全部薄くカットしてください。じゃがいもとかと一緒に食べやすいようにね。だって火の通りも早いんで、今回最後はトースターとかオーブンで焼いてほしいんですけれども、一応フライパンの中でも完結して火は通るので、そのためにもね、薄くしてくれた方が火の通りも早くなります。はい、じゃあ半玉をスライスしたらお次、ニンニク。これ目の部分は取っております。そしたらこれももうスライスでいいです。で、ニンニクの香りをすごい出したい場合は、これをさらに潰してくれてもいいんだけど、まあ、こんだけね、ゴロッと入ってるんで大丈夫。で、ベーコン。ベーコンは、よくね、僕は塊の大きいベーコンを使うことが多いんですけれども、今回はもう薄く、全部ね、薄いので統一したいので、薄切りのベーコン。まあ、5枚ぐらいにしようかな。でも食べやすい大きさにカットで大丈夫です。はい。そしたら次、じゃがいも取り掛かっていきます。もう基本的にこの包丁を使う作業はこれで終了です。じゃがいもは今回スライサーとピーラーを使うので。では、もうじゃがいも、こちら普通にね、皮むき、ピーラーで皮を切って、で、まあ包丁終了って言ったんだけど、一応ね、ここに、ピーラーにね、この目取るやつがあるんで、こっちでやってもいいし、まあ包丁のね、包丁のこの部分をね、使ってえぐり出しても大丈夫です。とりあえず、じゃあちょっとじゃがいも、皮むいていきます。そしたらこちら、皮を剥いたじゃがいもですね。そしたらこれをスライサーで、もうスライスしていくだけです。で、今回メイクイン使ったんだけど、そろそろね、新じゃがとかも出る季節なんで、もし新じゃがとかだったら皮ごとやってくれても大丈夫です。はい、まあまあ、こんな感じで、こんな、ひらひらのじゃがいもを、ちょっと量産していくので、じゃあちょっと残りのじゃがいもも全部スライスしていきます。で、これ最後にじゃがいもの処理をしてほしいんですけれども、できるだけちょっと水にさらしてほしくなくて、ちょっとじゃがいものでんぷんを使ってちょっととろみをつけたいので、あんまり水にさらしてほしくないので、じゃがいもの処理は最後にして、まあ、急いで変色する前にやってあげてください。じゃあやっていきます。では、じゃがいもこんな感じで全部スライス。まだね、ピンクっぽく変色もしてないですし。で、今回メイクイン使ってるんだけど、別に全然ね、別の男爵とかでも大丈夫です。ただメイクインだとちょっとシャキッとした食感があるので、この芋がおすすめですよっていう感じですね。はい。ではまず、バターを 10g 入れて、で、最初にね、ニンニクだけ炒めてもいいんだけど、結構ね、すぐ火が通っちゃうので、もう今回全部まとめて、ベーコンも入れて、玉ねぎも入れて、ただまあもしくっつきやすいフライパンの場合は、一回バターが溶けるのを待ってからね、入れてあげてください。あとニンニクも。ちょっとじゃがいもを入れる前にこれだけ軽く火を通します。じゃがいもは本当にすぐ火が入るので、ちょっと今はこうやってベーコンくっついたままカットしちゃってるから、ちょっとくっついたままなんだけど、火通していけば剥がれていくので、大丈夫です。で、ここで軽く味付きの塩コショウだけ。して、玉ねぎから水分をね、ちょっと出します。今はだいぶね、ニンニクの香りも立ってき始めて、ベーコンももう剥がれましたね。ではもうこんな感じで一通り玉ねぎとベーコン、あとニンニクに軽く火が入ったら、はい、火一番弱火にして、ここでまずもうじゃがいも全部入れちゃいます。で、ここに牛乳、こちら 300cc 入れます。牛乳を300。生クリーム、こちら200ですね。で、牛乳とかを入れたらもう沸騰はさせないようにね、分離しちゃうんで。は
はい。で、ここに、コンソメ。こちら、小さじ1/2入れます。コンソメ1/2。そしたら、火今一番弱火にしたんだけど、中火にして沸騰しない程度で、ちょっと煮込んでいきます。で、沸騰じゃないんですけど、ちょっとふつふつするまでは、様子を見てあげてください。では今ね、中火、ちょっと強めの中火ぐらいでやってたら、わかるかな、この縁がもうふつふつし始めたので、そしたら弱火にして、この状態で、ちょっと2、3分ほど軽く煮込んで、じゃがいもに火を通します。で、もし、もっと濃厚にしたいって方は、ここに少しだけね、チーズとか足してくれても大丈夫です。最後、トースターで焼くときに上からチーズはかけるんですけれども、これチーズ入れたらより濃厚かつ、もっととろっとするので、じゃあ、ここからちょっと2、3分ほど、弱火でじっくり火を通します。では、3分ほど弱火で煮込みました。そしたらね、わかるかな、だいぶ最初はね、結構シャバシャバだったのが、もうだいぶこんな風に、とろみがつきましたね。これがほんとね、じゃがいものでんぷんだけでこれくらいつくので、小麦粉とか入れなくて大丈夫です。ここで最後ね、味見してみてください。で、今味見したんですけど、すごい、もうね、なんていうんだろう、優しい甘みも出てて、すごい美味しかったんだけど、ここね、最後チーズが入るから、塩気とかはちょっと少なめで大丈夫です。なんで、まずここにブラックペッパーだけ。もしここでもうちょっと塩味が欲しい方は、お塩少し入れてくれても大丈夫です。じゃあ最後もう一回ここで味見しときます。OK! じゃあめっちゃ美味しかったんで、こちらで、もう基本的に火も通ってるんで、この状態で食べることは可能なんですけれども、最後こちらを耐熱皿に移して、チーズ乗せて、焼いていきたいと思います。で、トースターとかでも大丈夫なので、火は通ってるから最後ね、チーズがね、ちょっとしっかり焦げ色がつくかなぐらいまでやってくれたら大丈夫なので、トースターで焼いていきます。では、こんな感じで、綺麗にチーズが乗せ終わったら、あとはオーブンかトースターでいい焼き色がつくまで焼いていくだけでございます。じゃあ早速焼いていきたいと思います。では、こちらでめっちゃ簡単ポテトグラタン完成です。じゃあ実際食べていきたいと思います。では、早速実食していきたいと思います。いただきます。いただきます。ではよ。もうね、すでにね、いい香りがしてるんですよ。では、いただきます。マジでうまい。本当に素材の味をめちゃくちゃ活かしてる感じで、ほんのにこの甘み、この玉ねぎの甘みと、じゃがいものこのやっぱ歯ごたえね、ちょっとシャキッとしてる。それがマジで美味しい。グラタンなんだけど、ちょっと新感覚だよね。このやっぱ食感、シャキシャキした食感だからさ。うまい、マジで。でもさ、こんなに最小限のさ、材料でこんなに美味しくできるんだなっていうのがちょっと感動してます。めっちゃうまい。だから、よりチーズが映えるよね。そうだね。チーズのところとのこの味の違いがね、違いがすごい出るから。コントラストがね、違うよね。コントラストね。そう、味のコントラストね。うまい、マジで。マジでうまい。で、このホワイトソースの部分がマジ本当にめっちゃうまい。小麦粉使ってないと思えないぐらい、ほんととろっとしてて、このじゃがいものね、でんぷんをちゃんと活かしてるんだなっていうのがわかる、すごい。これ、お店に出してほしいもん。ね。この味付けだと、全世代の方が多分美味しく食べられる味付けだと思う。僕たちのさ、料理ってさ、結構さ、味濃いめのやつ多いじゃん。そういうのとはちょっと違う。本当にもう全世代の方が喜んでもらえる、この素材を生かした味って感じがする。体に優しい味。ということで、本日はですね、小麦粉なしでとっても簡単に作れるポテトグラタンをこちら作っていただいたんですけども、もうね、短時間で作れたと思えないぐらいめちゃくちゃ美味しいです。もう玉ねぎの甘みと、このじゃがいものね、素朴な旨味をね、こう、存分に味わえて、この塩気がね、ほんとちょうどいいんだよね。優しく食べられるし、あとはこのチーズのね、塩味でいくらでもね、足して食べられるっていうところもすごくおすすめなんじゃないかなと。何よりやっぱ簡単だっていうところもね、良かったし、あとはこのじゃがいもの歯ごたえだね。シャキシャキ。はい。このシャキシャキ感がね、またね、すごい癖になるので、ぜひ皆さんにね、作っていただけたらなと思います。もうちっちゃい子とかもね、大好きだと思う。大好きだと思う、これは。体がマジでポッカポカポカ。ね。はい。っていう感じでございます。本日は以上になります。とっても美味しかったです。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。最後までご視聴ありがとうございました。またね。バイバイ。